ちょっとね、政治の話していいですか？まあ、カットすると思いますけど、はい、どうぞ。じゃあやめとこうか。じゃあいや、別に、やめとこう。じゃあちょっとうん。話すとね。うん。あの、世界では30年くらい前に、世界中で景気が悪くなることは予想されてたんですよ。うん。で、アメリカもヨーロッパも日本も何か対策を取らなきゃいけないっていう状況で、アメリカとヨーロッパは対策を取ったんですよ。で、日本は対策を取らないという決断をしたんですよね。で、アメリカは IT 産業とか宇宙開発にものすごくお金を投資して、その分野だけがアメリカを支えるという政策を取って、他の分野は失敗してもいいっていう政策を取ったんですよ。で、今があるんですよ。で、その結果、イーロン・マスクとか、ああいう大金持ちが生まれた一方で、大量のホームレスや犯罪者を生み出した。でもこれはアメリカ政府は分かってやってるんですよね。うん。で、ヨーロッパも人口が減ってきた。経済的に縮小する。だから、移民を大量に入れた。で、これも、分かってやってるんですけど、どっちも正解だとは思えない。どっちも成功だとは僕は思えないんですよね。うん。で、日本は移民をたくさん入れることも選べなかった。IT 産業とか宇宙開発に特化することもしなかったのは、正解なんじゃないかなと思うんですよね。それで、その代わりみんなで貧乏になろう。でも、ホームレスはたくさん生まれることはないし、うん。なんか移民だらけになって、ヘイトスピーチだらけになるみたいなこともなく、平和な状態が維持できたっていうのは、日本の政治の正解だったかなっていうふうに僕は思ってますね。うん。でも、この平和な状態があと何年続くと思いますか？極端に移民を入れすぎなければ、うん。しばらく、いや、かなり長い間続くと思いますよ。国力は落ちてもですか？うん。ううん。ん。日本人がそれを望んでるから。うん。ただ問題なのは、物価が安すぎて、不良外国人が増えることが問題かなとは思いますね。もうすでに増えてますよね。もうすでに増えてますね。まあでも、ある程度仕方ないかなとは思うんですよね。物う価が安くなればん。ね。うん。うん。あとは警察に任せましょうか、それはね。なるほど。でも、大量に移民を入れたヨーロッパは失敗だったなと僕は思いますよ。うん。だってすごい状況じゃないですか。ヨーロッパはめちゃくちゃだと思いますよね。で、日本人はそれを予想して、アメリカ方式の経済政策も取れない、ヨーロッパ式の経済政策も取れない、で、何もできなかったんじゃなくて、何もしないという選択肢を取って、今があるんだと僕は思ってるんで、まあ、うん。最善策かなとは思いますよね。うん。う何もん。しないっていう選択をしてるんですよね。できなかったんじゃなくて、何もしないことを選んだんだと僕は思ってますけどね。うん。すごく今のところはいいと思いますよ。ただこれから、うん。何か、ね、極端に経済が衰退しないように、うん。ストーンと落ちないように、もう少しソフトランディングできるような政どこ策があれにランディングでば、きるんですか？どこに安全地着帯にソフトラ地点が。ンディング。ああ。安全地帯にソフトランディングできるような政策があればいいと思いますようね。ん。なるほ日ど。本の強みをもっと活かして。うん。なんか観光業とかに日本が力を入れようとしてるけど、僕はちょっとそれは違うんじゃないかなと思いますけどね。どこに力を入れるべきですか？宇宙開発じゃないですか？まあ、立地的にも日本はいいですよね。技術もあるし、人材も揃ってるし、うん。いいんじゃないですか？なんか日本の中小企業ってすごく技術があるし、うん。真面目に働くし、まあ立うん。地もいいし、うん。いいんじゃないですか？で、ほとんどの国がその宇宙開発に関しては、技術を国の外に出さないから、うん。なかなか
技術をもらえないですよね。うん。だからやっぱり自分の国でやるしかないんだったら、やった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。もっと国がそういうところにお金を入れてもいいかなとは思いますよね。うん、宇宙開発に。うん、宇宙開発ね。僕はやらないけど。日本の産業ってもう少し、成長するためには、やっぱり日本人が増えないとダメだと思いますよね。ね、めちゃめちゃ日本の人口減ってますもんね。うん。でも私たちは少子化に貢献してないですからね。そうね。子供がいないからね。少子化対策に。そう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 。でもまあ、偉そうなこと言っても。まあ僕は今更だけど、まあサイルさんはまだね、全然、これから少子化に貢献する可能性はそうあるかもしれないけどね。でも、面白いなと思って。少子化に貢献してないけど。そうね。でももうこれから日本人が増えるってことはないと思いますけどね。急には増えないでしょ、だって。そうですね。でもいろいろ政策してますけどね。なんか子供を産んだらいくらくれるとか。なんか3人目からは。少ない。そうなんですか。金額が少ないんですよ。そうなんですか。だって子供を一人産んだら100万円くれるとかでしょ？ 1000 万円あげないとダメだと僕は思ってますよ。まあ、そうですね。育て子供るのに一人産ん時間かかるでから。1000万円もらえるなら、本当に子供が増えるかもしれないけど、100ん。万円じゃすぐ消えてなくなりますよ。まあ、そうですよね。で、僕は子供一人当たり1000万円出す価値があると僕は思ってますよ。うん。なぜかっていうと、人間っていうのは、働き始めて定年を迎えるまで、まあ、日本人はですね、平均でだいたいサラリーマンだったら、2億円ぐらいうん稼ぐと思うんですけど、うん日本ではざっくり言うと50%ぐらい税金で取られるんで、ということは一生のうちで1億円は税金を支払うってことになるんですよね。1億円税金を支払う人を産むんだったら、1000万円ぐらい上げたって、長い目で見たら損はないんですよ。ただ、プランが長期プランすぎて、先行投資が大きすぎて払えないっていうのもあるんですけど、僕が政治家だったら、それは国債を発行して、もっと長い目で支払うってことで、子供一人当たり1000万円払えば、長期的に言えば、回収できる。確実に回収できる、すごく有効な投資だと僕は思うんですよね。だから、子供一人当たり1000万円払ってもいいと僕は思ってますね。なるほど。僕の政治理論ですけどね。まあでも本当にそうですね。子供がね、増えるといいですね。そうね。と、子供がいない二人が話す。そうですね。でも、ゆうすけさんも若い奥さんを手に入れたら大丈夫ですよ、まだ。ね、なんかでもね、僕結構なんだろ、それ億劫で、なんか一回ね、YouTube 動画で、彼女いないんですよって、冗談で彼女募集してますとか言ったら、3人か4人ぐらい応募が来たんですけど。そうなんですか。面白い。まあちょっと冗談っぽくね。でもなんかあんまり僕そういうのを、なんていうのかな、めんどくさがるっていうか、なんだろう、やっぱり古い感覚なのかな、なんか、オンラインで人と出会うってなんかちょっと嫌だなって思うんですよね。まあ、きっかけはオンラインでも実際に会ったりできないとちょっとね、そうそうそう。かなと思いますね。で、なんか僕すごい不利だと思うのは、僕がどういう人物かは YouTube チャンネル見れば大体わかると思うんですけど、僕はその人のこと全く知らないんですよ。まあそうですよね。それで会いましょうとはならないんですよ、やっぱり。まあ、そうですよね。だって誰だかわからないし、名前だけ言われて、興味あります、会いましょうって言われても、いや、名前しか知らないし。じゃあ次の募集からはちゃんと名前と写真5枚ぐらい、全身とか、顔と、なんかね、いろいろ好きなものとか撮った写真5枚と、あと自己 PR と、どうして私がゆうすけさんの彼女にふさわしいと思うかっていう、そういうプレゼンができる人を募集したらいいと思います。そんな本気なの？そしたら、なんか、本気な人が来るんじゃないですか？どうだろうね。僕
に興味を持つ人って、ちょっと変わってる人が多くて、まあそうでしょうね。それは男性も女性もそうなんですよ。うんうんうん。で、僕のレッスンに来る人も、たまに変わった人がいて、うんうん。僕のレッスンって日本人が来るんですよ。これはちょっとおかしいです。おかしいでしょはい。日本語のレッスンって言ってるのに、ええ。日本語のレッスンを受ける気がない人がレッスンに来て、なんか人生相談みたいなことをされたりとかしますね。だからちょっとなんね。かまあ、やっぱり動画の雰囲気で、うんうん。なのかなって思いますようね。ん。うん。なんか不ええ。思議な感じ。はい、お疲れ様でした。はい、少し難しかったですね。わからない単語は私のウェブサイト、整理セング .com で無料で見ることができるので、ぜひ見てみてください。まあ、こういう政治的な話題が好きな人は、もしもしゆうすけさんのチャンネルをチェックしてみてください。で、もしもしゆうすけさんはオンラインで日本語を教えているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、3話にわたる、会話エピソードだったんですけど、これで終わりです。次からソロエピソードになります。はい。今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回のソロエピソードをお楽しみに。じゃあね、バイバーイ。